日本の近現代史をどう見るか。第3章。日清日露戦争は日本の何を変えたのか。原田圭一。福沢諭吉の悩み。19世紀半ば、日本の知識人たちが最も悩んだことは、ソサエティの訳語でした。福沢諭吉も悩んだ挙句、J.S. ミル著、中村正直訳、自由の断り、1872年間で使われていた政府、仲間、世俗などと決別して、新造語の社会を学問の進め第17編、1876年で使い始めます。柳不詳、翻訳語成立事情、岩波新書1980年。幕末以来、欧米事情を伝えるためにオランダ語や英語などの欧米語文献を読解し、日本人にも理解できる言葉と文章にまとめることが、幕末から明治の知識人である福沢や西天音、加藤博之たちの大きな仕事でした。それまで数百年というもの欧米語文献は、明や清の知識人が東アジアの広域共通語である漢字古典語に翻訳し、そうした最新の翻訳書が長崎経由で輸入され、読み解いていました。つまり、儒学と同じ学び方が続いていたのです。文明の注ぎ口はヨーロッパ文明についてもやはり中国でした。18世紀後半に前野良沢、杉田玄白、中川淳安たちが悩んだ解剖書、ターヘル・アナトミアの翻訳は技術書だったから可能となりますが、思想や社会科学の書物を翻訳するのは、東アジアに類似の実態や概念がなければ非常に困難でした。このことは欧米以外の世界に共通する弱点であり、超えるのが難しい壁でもありました。漢字で構成する漢字古典語がベトナムを加えた東アジアで共通語であったことの意味は、19世紀を考える上で重要です。欧米語によってもたらされる新知識を漢字熟語の応用で共通認識とすることが東アジアでは可能だったのです。キリスト教用語である福音や洗礼などは中国で翻訳され、東アジアに通用した言葉でした。貿易などで使うピジン言語、使用目的に原型の崩れた言語としての英語の流通ではなく、文章英語、欧米語を漢字熟女に苦労して翻訳したことにより、東アジアの近代が形作られたと言えるのです。日本が新造語したもの、清では東語と言いました。が東アジアで盛んに流通することに対し、清の知識人は独自の造語で対抗しようとするナショナリズム運動も起きました。その一人、玄福はソサエティに群れを当てる提案をしましたが、日本から入ってきた新造語の社会に圧倒されました。つまり19世紀のアジアは新知識の提供者は誰なのかをめぐる文化競争もあったのです。中国ではやがて日本の新造語群に中国の新造語を加え全体を新名詞や新語と呼ぶようになります。明治維新を迎えた日本にはソサエティに当てはまる実態も概念もありませんでした。ではソサエティの実態はいつどのようにして生まれたのでしょうか。本シリーズ第3巻日清日露戦争では日清戦争をその契機だと考えました。第3巻では不十分だったところを中心にもう少し補いながら、まずはそのことについて考えてみます。日清戦争が生み出したマスメディア社会。日清戦争1894から95年は、合計30万人の日本人兵士と軍部を外国の戦場に送り出し、日本人2万名、中国人3万名以上、朝鮮人3万名以上、合計8万名以上が命を失う近代アジア最初の大戦争でした。30万人もの日本人が朝鮮と中国に押しかけ、奉公し、交流した戦いにより、多くの人命を失ったという衝撃は、アジア全体を包みます。この衝撃の中で日本は国民を生み出し、中国と朝鮮は国民を生み出すための西欧的近代化の必要を知ることになります。日清戦争の報道により日本全国に戦争熱が生み出され、一つの戦争状況に参加することによって一体感が醸し出されました。そして脚本としての意識しかなかった民衆が国民という意識を持つようになったのです。明治維新とその後の20数年の近代化はまだ国民を生み出していませんでした。日清戦争に前線と15で参加することによって初めて民衆は外国という他者を直接間接に知り、逆に自らは誰であるのかを問い、国を挙げての大事業に参加する自らを意識化することにより、主体としての国民が生まれたのです。国民を生み出す道具として活用された一つがマスメディアでした。最初に登場したマスメディアである新聞という形式が欧米社会の必需品だという認識は江戸時代後半の幕府などにありました。しかし1861年に長崎で発行された英字新聞、長崎シッピングリスト&アドバタイザーは
入港する欧米船の積み荷リスト一覧に過ぎず、また幕府の刊行した看板バタビア新聞1862年などのいわゆる看板海外新聞は、バタビア・ジャカルタの救命のオランダ政庁発行機関紙の翻訳であり、いずれも少部数の情報誌として始まりました。言論を戦わす近代新聞ではなかったのです。幕末の政治情勢は情報を広く早く集めることを求め、瓦版から新聞への道を吐き清めていました。日本の近代新聞は明治維新後に正論を発表する大新聞として出発しました。さらに、社会記事などの雑報を掲載する古新聞も盛んに発行されるようになります。日清戦争により、大新聞、古新聞ともに戦場と戦争の情報を熱心に伝えて報道を競うように変化していきました。いかに早く多くの人々に情報を伝えるのかという課題が新聞界に重要になると、自社の海外特派員やロイターなど欧米通信機関の必要性が高まり、高速度の輪転機も導入されて、早く多くの情報伝達が求められます。もう一つの媒体である雑誌も近代初頭から続々と刊行されていました。国民の友1887から98民有社は政治論など論説を多く掲載し論争を巻き起こしていましたが、それとは異なった形の雑誌が日清戦争を機に登場します。それは日清戦争実記です。この雑誌は戦争のあれこれを民衆に詳しく具体的に伝えるという役割を持ち、新聞がいち早く伝える断片的な情報とは異なったものを大部数で広げてきます。さらに日清戦争実記で経営的成功を収めた博文館が1895年1月、月刊総合雑誌太陽を発行し、創刊号は28万部も発刊され記録を作ります。政治や社会についての評論や文学作品だけでなく、農業、商業、工業の最新技術や知識、家庭生活のうんちくなども含む多様な情報を広く伝える太陽の登場は、日清戦後の新聞と同じように幅広い情報誌としての歴史が始まったことを意味します。太陽の創刊後3年で国民の友が廃刊となるのは、人々が必要としていたのはどちらなのかという意味でも象徴的です。こうして日清戦争をきっかけに、媒体からの一方的でしかない情報が民衆生活にとって不可欠になるというマスメディア社会が生まれたと考えられます。マスメディア社会の成立は文筆を制御とする人々を大量に読み、再生産していきます。彼らも日清戦争報道の中で多くの人々に何を伝えるのかという自覚を強め、ジャーナリストから作家への道を歩み始めるのです。日清戦後の確定は戦争を契機にして人々の中に出ていきました。それまで文筆家たちは師匠に弟子入りし、育ててもらう江戸時代の芸能民や職人と同じ育成方法が取られてきました。それがマスメディアに書くことを競争する育成方法に変わり、尾崎紅葉ら文芸師匠を辞任していた人々の役割を終わらせます。競合する作家からなる分断社会がマスメディア社会を支える集団として登場するのです。マスメディア社会と国民の成立は正論状況を政治社会に変化させました。正論状況は密室での政治決定に対して民権派としての公然とした議論を求めるものでした。それをさらに民衆監視の下での政策議論と政策決定を求める新しい政治社会へと危険させたのです。民権時代の東博との大新聞に対し、枢密院書記官長伊藤明治が経営する東京日日新聞や立憲政友会所属の代議士である大岡育三が育成する中央新聞などが政府要人や政府系情報を伝えて対抗します。こうした情報戦争により国民世論を形成し、オープンで公的な議論を得て政治決定に持ち込む技量を問い合う政治社会が誕生したのです。一対一の交渉能力ではなく、集団の中で議論し賛同を得てリーダーとなり、実現していく政治家、政党人が求められる時代となりました。議場や有権者、より広く民衆やマスメディアに何を語るのかが政治家の大きさを測る物差しになる時代が現れたのです。社会に必要な人材育成。政治の場が拡大したことだけではなく、一層大きくは日清戦後の産業発展により経済的人材が広く求められるようになります。民権時代のように政治に過熱する政治青年から黄金と呼び、金儲けと叫ぶ実業青年への転身が求められるようになりました。読み書きそろばんがリテラシーだって江戸時代から19世紀半ばまでと異なり、日清戦後はより具体的な要請に応えた人材輩出が必要となってきます。そこから具体的な要請を実現しつつ、次を見越した要請かと含む学歴重視の学歴社会が誕生しました。